before we get started, we have some friends who want to say hi to you before your show. Right to the middle here. You can say hi. Hi guys, how's it going? Well, well, look who it is. Hi. We are so happy to have you guys here. How's the promotional tour been going for Zootopia 2? It's called a hustle, sweetheart. They've been keeping you booked and busy, Judy. You're ready to go. Well, any final words before we get started? Woo! Okay, go. We gotta go. Here we go. All right, everyone, enjoy your show. Have a great rest of your day. 通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ズートピア2からの話題になります。先日ですね、このズートピア2公開になりましたが、なんとですよ皆さん、興行収入が壊れました。今ですね、すごいことになっているんですね。現在ですね、このズートピア2、世界ナンバーワンのアニメになるんじゃないかと、そんな話まで出ておりまして、日本でもね、間もなく公開となります。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで本題です。こちらね、本日はズートピア2、楽しみにしてらっしゃる方もね、多いんじゃないかなと思いますが、先日ですね、11月の26日にこちらね、公開になりまして、これがですね、まあ、とてつもないスタートダッシュを切りまして、興行収入、すごいことになっているというんですね。で、日本でもですね、こちら見えておりますが、ここね、12月5日公開となっております。つまり今週末ですよね。今週末見に行かれる方も多いんじゃないかなと思いますが、本日はこのズートピア2の現在の状況、そして視聴家の評価などを詳しく見ていきたいと思います。じゃあまず先に概要ですね。ズートピア2は2025年公開のアメリカのアニメ映画で、ディズニーアニメーション制作のバディコップコメディである、バディものと言われるやつですね。2016年のズートピアの続編で、監督はジャレット・ブッシュとバイロン・ハワード、脚本はジャレット・ブッシュで、制作はイベット・メリーノが担当する。物語は前作の主人公ジュディとニックが新たにズートピアに現れた謎の爬虫類ゲイリーでスネークを追いながら自分たちの無実を証明しようとする姿を描く。ということでね、こちらズートピア2。このね、11月26日、つまりは、サンクスギビングの祝日に合わせて公開されたと。そしてね、バジェットが1億5000万ドルと、このようになっています。つまりはこれが加減ということですね。これでも MCU じゃないんで、そこまでひどく乖離することはないと思いますけどね。現状では1億5000万ドルという話が出ています。するとですよ、今回このようになりました。ズートピア2は、歴代4番目に大きい興行収入デビューを記録し、2025年で最大の週末オープニングとなった。ディズニーはズートピア2の記録的な初週末を祝っており、2025年公開作としてはこれまで最大の興行収入、そして映画史上4番目に大きい興行デビューを達成した。現在の推計では、ズートピア2の感謝祭の連休における世界興行収入は5億5500万ドルから5億6000万ドルの範囲にあるとされる。これ後ほど正確な数字見ますね。さらに、口コミは非常に好調で、シネマスコアでは観客から A 評価、ロッテントマトでは検証済みのオーディエンスが 95% の高評価、評価スコアも 91% という結果が出ている。そのため観客動員が予想以上に好調な状態が続けば、最終的な興行収入はさらに伸びる可能性がある。ということでね、早速じゃあその数字見てみますと、こちらですね。皆さん、これはやばいですよ。こちらドメスティック国内が1億5600万ドル。そしてこれですね、インターナショナル海外が4億ドル。皆さんこれ、初週末ですよ。最終的な興行収入じゃないですからね。初週末で海外からの興行収入が4億ドルと、そしてその合計です。ワールドワイドが5億5600万ドルになったと。これはすごいですよ。皆さん、もう一回言いますけど、これね、初週末ですからね。最終的な興行収入じゃありません。これが5億5600万ドルと。どうしますか？読んじゃいますか？このズートピア2のね、スタートダッシュの壊れ具合を分かりやすくするために、ご足労願いましょうか。ほんと申し訳ないですね。はい、こちらです。ね、ほんとたびたび来ていただきまして申し訳ないですが、実写版白雪姫ですね。こちら、ワールドワイドがですね、2億ドルと。これね、一通りの興行を終えて、間髪入れずにもう一回公開して、その全ての合計が2億ドルです。つまり、ズートピアはですね、最初の週末で、この2倍どころじゃないですね。3倍弱、これを稼いでしまったと。じゃあもうちょっと大使ね、お帰りいただいて。
すでに述べたように、ズートピア2のオープニング週末は数多くの記録を塗り替えており、歴代4位の初週末興行収入を達成した。これは2017年のワイルドスピード、アイスブレイクの5億4190万ドルを上回り、この作品を押しのけて歴代ランキングの4位へと躍り出た形だ。一方トップ3は今も健康だ。1位は2019年のアベンジャーズエンドゲームで、オープニングだけで12億ドルという桁外れの数字を叩き出している。2位は2018年のアベンジャーズインフィニティウォーで6億4050万ドル。3位は2021年のスパイダーマンノーウェイホームの6億ドルとなっている。こうして見ると、ズートピア2は歴代4位という非常に高い位置に入り込んだことがわかる。ちなみにね、この記録に関しましては、こちらね、ハリウッドリポーターに書かれているんですが、これはアニメ映画として史上最大の世界オープニングであるということで、ワールドワイドの部分ありましたね。あれがアニメ史上で言うと、史上最大のオープニングになっていると。これすごいでしょ。だからつまり皆さんは、もしかしたらね、今後何年も破られないような、とんでもない記録を目の当たりにしようとしている可能性があるということですね。来年あたりあっさり抜かれる可能性もありますが、とにかくこれはとんでもない記録なんだと。で、それがね、こちらにも書かれておりまして、長期的に見れば、ズートピア2は最終倍率がたとえ低めの2倍で終わったとしても、11億ドルを超えるのは確実だ。つまり現状出ている5億5600万ドルが最終的に2倍になって終わったとしても、11億ドルを超えると。しかし、2.5 倍まで伸びれば、最終興行収入は14億ドルに達し、3倍なら16億8000万ドルに近づくことになる。そしてここですよ。ただここで重要なのは、1作目のズートピアは最終倍率が 4.5 倍もあったという点だ。例えば北米ではオープニングが約7800万ドルだったのに対し、最終的には3億4100万ドルにまで伸びている。ズートピア2が 3.5 倍の最終倍率でも達成できれば、今年の世界興行収入ランキングで2位につけているナタ魔導の大暴れの19億ドルは脅かされることになる。その場合、ズートピア2は約5000万ドル弱の差でこれを上回る可能性が出てくる。そして最終倍率が4倍近くまで伸びるようなことがあれば、最終興行収入25億ドルという驚異的な数字も見えてくることになる。この水準なら2025年の興行王として予想されるアバターでさえ挑戦可能になるだろう。ということで、このね、特大のスタートダッシュから換算すると、これね、ファミリームービーなので、ヒーローものとはね、全くその推移というのが違うんですね。急激にね、ドンと落ちるものではなく、割とね、長い期間お客さんが足を運ぶので、もし前作みたいな推移を辿ったとすれば、20億ドルを超える可能性もなくはないと。ただね、一応ね、ここでも指摘しているんですが、前作とはね、興行の性質自体がちょっと違うので、ここまで行くことはないだろうというように書かれていますね。ただ一応ね、こんなシナリオもなくはないと。そしてね、ちょっとこちらがわかりやすいと思うんでお見せしますが、アニメ映画のオープニング記録ランキングですね。ここも入ってます。ズートピア2 1位になっておりまして、ここね、5億5600万ドルと、そして2位につけているのが、これ中国のね、ナタ魔導の大暴れ、4億3000万ドル。その下がモアナ2ですね。で、さらにその下がスーパーマリオということで、以前ブクタね、このね、魔導の大暴れがあまりにもすごいんで、今年これを超えるアニメは出てこないんじゃないかなんてね、うっかりお話ししているんですが、もう少なくともオープニングだけ見れば出てきているというね。でこれはね、さすがに予想外でしたよ。ズートピア2はね、ヒットするとはもうみんなが思っていたでしょうが、ここまでとは思わなかったでしょ。すごいことになっているんですね。でね、ここでね、一つ分かっておきたい。なんでここまで数字が跳ねたのかというのはもう明確に理由がありまして、それがね、先ほどのハリウッドリポーター、こちらにね、書かれているんですが、ズートピア2の予想を上回るスタートを牽引した最大の要因は中国だった。そしてここです。中国では2億7200万ドルというアニメ映画史上最大のオープニングを記録。映画全体として見ても歴代2番目の大きさとなっている。上にいるのは2019年に3億ドル超えで公開されたアベンジャーズエンドゲームだけだ。さらにハリウッド作品としては2021年5月以降で最大のオープニングとなり、土曜だけで1億400万ドルを稼ぎ、映画史上最大の土曜興行も更新した。ということで、先ほどね、こちら見ました。このね、ワールドワイドですよ。5億5600万ドルのうちの2億7200万ドルは中国なんですね。つまり、この興行収入の約半分、49% が中国からのものだということです。これで数字が爆発してるんですね。ですので、以前もね、お話ししましたが、このね、興行収入というのは、大体ね、スタジオと映画館の取り分、折半、50% ずつで計算されるんですが、これね、中国が入ると事情が変わってきます。というのも、中国というのはですね、こちらにね、書かれているんですが、マーベル映画は中国が最終的に世界最大の興行市場になる上で、とても役に立っている。ハリウッドのスタジオが受け取れる取り分は、興行収入の 25% で、他の国よりもはるかに低いため、中国にとっては、このハリウッド大作映画は、非常に価値のある金のなる木なのだ。ということで、通常はね、折半、スタジオと映画館の取り分というのは半々と
このように言われるんですが、対中国に関してはですね、75% を中国が持っていくということになっていまして、事実上はさらにそこからもろもろ引かれて約ね、20% ぐらいになると言われていますね。ですので今後もね、中国からの興行収入というのはどんどん増えていくでしょうし、このワールドワイドの数字もね、どんどん上がっていくとは思いますが、この興行収入はですね、中国への依存率が極めて高いため、この額面から受ける印象ほどディズニーは利益を取れないと。このように思っておいてください。ただこれズートピア2がダメだと言ってるわけじゃないですからね。それを差し引いてもこの数字十分すごいんですが、これはあくまでも裏側の話で、中国でね、こうやって数字がドーンと伸びると、ディズニーはね、言うほど儲けることはできないんですが、先ほどのようにね、史上ナンバーワンになりましたとか、これこれこうで4番目になりましたとか、このように宣伝できるということですね。そしてね、こちらロッテントマトになります。現在の評価めちゃくちゃ高いです。オールクリティクス 91%、ベリファイドオーディエンス 95%、オールオーディエンス 95% と、現状すべてがね、90% 超えということで、もうこれは間違いなく評価されていると思っていいでしょうね。評価の方もね、これ 91% となっていますが、やっぱディズニー作品なんでね、134票入ってるということで、シネマスコアなんかも見てもね、もう多くの人が楽しんでる作品ということで間違いないでしょうね。じゃあざっとね、評価の評価見ていきましょうか。続編が作られるまでにほぼ10年かかったが、ディズニーはその待ち時間にしっかりと応えた。ズートピア2は驚くほど面白いジョーク、魅力的なボイスキャストを、そして重要なメッセージをたっぷり詰め込んだ作品に仕上がっている。ズートピア2を見るのは本当に心地がいい。というのも裏側でチームが脚本やアニメーション、キャラクターたちの旅、ユーモアを丁寧に磨き上げてきたことが伝わってくるからだ。ただの金儲けのために作られた作品ではないと感じられる。物語はミステリー、冒険、コメディを見事に融合させており、ペース配分も完璧に調整されている。そのため、どのシーンにも物語的、感情的な重みがしっかりと宿っている。その下の方がね、真逆のことを言っていて、ロッテンですね。ズートピア2は巧みに作られたアクションシーンをごまかしとして使っており、しっかりとした物語のシーンが欠けているために、堅固なストーリーを築くことに失敗している。メタ的なギャグ、ひねりの効いた言葉遊び、そして刺激的なアクションシーンは健在だ。だが、今回のズートピアは、前作が掲げていた多様性、公平性、包括性を支持するメッセージをさらに一歩推し進めている。ね、DI を一歩推し進めているんだと。これが先ほどの方が言っていたメッセージ性ということなんですかね。確かに前作からね、この多様性や包括性、そして偏見や差別っていうテーマは明確でしたからね。この映画は決して道徳を押し付けてくるようには感じられないが、劇場を出る頃には来た時よりもこの世界について少し前向きな気持ちになっているかもしれない。つまり先ほど言われていた DI というのは、必然性があってね、押し付けがましくないということなんでしょうね。この続編は前作よりも優れている。物語の時点でまず素晴らしく、明るくて面白く、アクション映画としても十分に楽しめる。ディズニーの勝利。前作を上回ったと言ってもいいほどの出来。本当に前作と同じタイプの映画なのにより良くなっている。こちらネットの反応を見ていきますね。ズートピアは10点満点中10点の映画と、自信を持って言えるがこれまででディズニー最高の続編だ。前作の魅力はそのままに、アクションはさらに増えて、心温まる要素も強くなっている。ニックとジュディはディズニー作品の中でも最強のコンビと言っていい。で、ちょっとこの下ネタバレが入ってるんでね、読みませんが、皆さん早めに見に行った方がいいですよ、これ。結構ね、うっかりいろんなもの目に入っちゃいますからね。で、こちらね、現代のディズニー映画にこんなメッセージが込められているとは思いませんでしたと。で、プレデターよりいいと言ってますね。はい、ということで本日はですね、先日ついにですね、待望のズートピア2が公開となりまして、海外ではとてつもないスタートダッシュを切っているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。その他の批評家たちのね、評価というのを見てみても、とにかく大人から子供までみんな楽しめますよ。これ言ってる人がね、非常に多い印象でしたね。それぞれに対応したギャグというのがね、散りばめられているということで、もうみんな楽しめますよという作品になっているようです。オーディエンスの評価を見てみても、シネマスコアを見てもね、ほぼほぼ間違いなく、期待を裏切らない作品になっているようなので、これはね、今月劇場で見て、間違いない作品に仕上がっているんじゃないかなというように思いました。皆さんはこのズートピア2ご覧になりますか？今週末行っちゃいますかね。日本では12月5日から公開ということなので、ぜひね、ご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。